こたくんはこっちを見て、なんすかあれ？あれなんすか？邪魔なんですけど。はいどうも、ピーポです。今回は工作をしています。これはホームセンターで買ったバルサ材？なんかよくある軽い木の板ですね。これちょっと使い古して汚いんですけど、後で色塗るので、適当に汚い板を使っています。今回使うのはこの板。ちょっと角は雑に落として丸くしてるんですけど、この板を使ってあるものを作っていきます。あとは角を丸く削ってペンキを塗って防水性能を高めます。その後にちょっとした金具をつけて完成ですね。じゃあぼちぼちやっていきましょう。ではヤスリをかけていきます。このバルサ材は切ったままだと角がささくれ立ってたり結構ギザギザしてるので、これを丸めていきます。これは100均で買ったヤスリを固定する道具。名前は何て言うんでしょうね。ダイソーで売ってたと思います。よし、できたできた。角をめっちゃなんだ、粉飛ぶな。ほら見て、バルサ材めちゃめちゃ柔らかいから一瞬で角丸められました。 2x4 みたいな角丸の木材みたいになってます。じゃあ元からワンバイ材使えっていう話なんですけど、ワンバイ材とか硬いからね、加工がしづらい。なかなか粉々しいですね。マスクしてやった方がいいかも。あ、すごい綺麗な板になった。どんだけ表面汚れてたんだろう。はい、こんなもんですかね。角もツルツル綺麗な板ができました。じゃあこれ表面の粉を取ってペンキを塗っていきます。はい、ではペンキを塗っていきます。今回行き当たりばったりでやっていて、本当はペンキ塗ろうとしたんですけど、キャンドゥかなんかで買ったアースホワイト色、これ塗ろうと思ったんですけど、透明のニスがなかったんですよね。セリアに売ってるかなと思って行ってみたんですけど、ライトオークの水性ニスしかなかったので、今回はペンキは塗らずにこのライトオークのニスを塗りたいと思います。本当は白が良かったんですけど、明るい色の板だからライトオークでもいいかなと思います。完全に好みですね。木の裏には持ち手をつけました。これ両面テープで貼り付けただけなんですけど、乾かす時に浮かせたいので、こんな感じで取ってつけておけば浮かせて乾かすことができるので、ちょっと楽かなと思います。そしてハケなかったのでスポンジで塗っていきます。これは100均で買ったちっちゃい紙コップ。一応ヤスリがけした細かい木くずはちゃんと布で拭き取っておきます。床汚さないようにビニールと、本当は屋外でやるべきですね。今日は寒いので中でやります。どんなんかな。おー、こういう系か。意外と色があれですね、濃いですね。大丈夫かなこれ。よし、ちょっとじゃあスポンジに取って塗っていきましょうか。うわ、明るい。ちょっと予想より明るいな。これはちょっとどうかな、失敗したかも。完全に黄色ですね。側面もしっかりと塗っていきます。あ、手袋してやればよかったね。ほんと行き当たりばったりだから何もかも足りてないな。それが DIY の楽しいところ。ちょっと今裏面をもうちょっと、この水性ニス粘土があるんですね。裏面はこの縁だけ塗っちゃいます。よし、こんな感じか。はい、じゃあこれで乾かしましょう。1時間ぐらい。ドライヤーかければもっと早いかな。とりあえずニス塗り完了です。
はい、一通り乾いたので、二度塗りの準備のために1000番の紙やすりで軽くやすりがけをしていきます。お、すごいすべすべ。では二度塗り。今回このスポンジで塗るの初めて試してるんですけど、意外といいですね。100均で買ったキッチン用のスポンジなんですけど、一回使い終わったら捨てればいいだけなので、いちいち洗ったりする必要もなく、管理が楽というか気持ちが楽です。あとはこれが乾けばこの板は完成ですね。お前は今回何を作ってるんだと言われそうなんですけど、今回はこのおこたくんのケージの中に棚を作っています。このケージは前回も動画で紹介したチャームさんで購入した前開き爬虫類ケージ。実は Amazon とかでも売ってるんですけど、 Amazon で売ってる商品はこの部分、何やら意味ありげな出っ張りが4つついてるんですけど、この部分に棚が付属しています。ただしチャームさんの商品はその棚が付属していません。付属してない分安いのでちょっとお買い得なんですけど、結局棚が欲しくなってしまって今自作をしています。自分で作った方が数百円で済むので結果的にはお得なんですけど、手間かけたくない人は Amazon とかで棚付きのやつを買った方が手っ取り早いです。棚の付け方なんですけど、ちょうど4つ出っ張りがあって、そこにちょっと君はどいてくれ、ちょっとどいてくれ。4つ出っ張りがあって、そこに乗っけるだけでもいいかなとは思うんですけど、多分シシバナヘビ乗っかっちゃうとガタンと崩れちゃいます。そこで今回はこれを使います。逆光で見えない。これを使います。セリアで売ってるスチール金具 L 字 M。見ての通り L 字の金具。金具の幅が約 1.2 センチ。これ重要です。この金具をここに刺すわけですね。するとここに板が乗せられるようになって、しかもネジ穴がついているのでネジで固定することができます。シシバナヘビが乗っかってもガタッと崩れることはなくなります。今回付け方は2種類考えていて、ネジで取り付ける方法と磁石で取り付ける方法を考えています。まずは磁石で取り付けたいと思います。では棚の取り付けなんですけど、今回はネジ止めでやっていきたいと思います。実は動画撮っている時に磁石でやる方法も試したんですけど、ちょっと安定性に欠けたので結局ネジを使って留めたいと思います。まず金具と板の位置決めをしないといけません。今回は金具に両面テープを取り付けて、これで板の位置を決めたいと思います。おこたくんに張り付いたら厄介なので、ちょっとちょっとどいてくれ。ちょっとどいててね。よいしょー。おことが来ないうちにさっさとやっちゃおう。急げ急げ。おこたが脱走しようとしている。やばいやばい。よし、これで OK。 ここに板をそーっと真上から乗せます。そしてこれを引き上げると、あ、1個残った1個残っちゃった。もう一回はめて、あっち残っちゃった今度やばい、おこたが怒り出した。よし、これでいいか。はい、これで位置決め完了です。そんな怒んなくてもいいじゃん。ではネジ止めをしていきます。付属のちっちゃいネジで留めていきます。今両面テープついた状態なんですけど、両面テープごと留めちゃいましょう。バルサ材は柔らかいので電動ドライバーとか使わなくても簡単に留めることができます。よし、 OK。 そして今回棚をつけるメリットをご紹介します。今このケージは左半分が下にヒーター敷いてあってあったかい状態です。一応おこたくんの好きな方であったかい寒い選べるようになってるんですけど、この家がね1個しかないので、あったかいエリアに置くか冷たいエリアに置くか結構悩むんですよね。そんな時にここに棚が置いてあると、この棚の下があったかいエリアの隠れ家。おこたくんが棚の下に入り込んで人目を気にすることなく休めるエリアとして使うことができます。こちらのケージは冷たいエリア用のケージとして使えますね。もしくは水入れを
この棚の上に置くこともできます。どうしても狭いケージだと水入れを置く場所困る時があると思うんですけど、これだとあったかいエリアでも床からの距離があるので、水がお湯になることなく水入れを置くことができます。ただちょっと高い位置にあるので、おこたくんが飲みやすいかどうかは別問題ですね。今回は幸い結構広いケージなので、このケージの完成形はちょっとおこたくん邪魔なんだよな。このケージの完成形は、こっちがひんやりコールドエリアの隠れ家、こちらがホットエリアの隠れ家、そして水入れは真ん中ら辺に置きましょうか。これが我が家のケージの完成形ですね。素晴らしいね。これでおこたも大喜び。さあ、できたので設置していきましょう。おこたくんは出たいのかい？もうちょっと待ってね。この角に先ほど作った棚を設置します。バッチリですね。だいぶしっかりしてます。棚できたよ。棚できたよ。興味ないですか？なかなかいいんじゃない？最初真っ白の棚にしようと思ったんですけど、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。さあ、おこたくんはこの棚をどう使うのか、下に入るもよし、上に登るもよし、考えているのか。飼い主なんだこれは。俺にどうしろと言うんだ。あ、動いた動いた。おこたは下を選んだ。おこたは下を選んだ。やっぱり安らげる場所が欲しいのか。おこたは出てきた。下じゃない。あ、おこたこっち見る。おこたくんはこっちを見て、なんすかあれ？あれなんすか？邪魔なんですけど、とでも言いたいのかな？お、戻ってった。そしてからの、行きました。おこたは棚の下へ行きました。多分飼い主うるせえなと思いながら下に入ったのかな。お、スルスルと入ってきます。これは文句なしじゃないか？あ、出てきた。棚からおこた。上に乗ることはあるのかな？上でうんちされるの嫌なんで、日陰として使ってくれるのが一番助かるかな。どうだったおこた？ファースト棚の下は。はい。というわけで今回は前開き爬虫類ケージに棚を追加したという動画でした。ほとんど100均で揃うので、費用的には L 字金具と水性ニスと板、必要に応じてスポンジとか紙コップを用意すればいいんですけど、500円ぐらいで済みそうですね。Amazon で棚付きのやつを買うと2000円ぐらい高くなると思うので、見た目そんな気にしないっていう方は自作しちゃった方が安上がりになります。あと、これを使うかどうかはおこた次第。出たいのかい？外の世界が恋しい。仲いいじゃん。棚ついたんだよ。あんまり興味はないらしい。というわけで、今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。